憎しみは大切だね。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と共に寄り添っていく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、さあ始まりました。今日もね、世界最悪のチャンネルをね、世界ランク最低を維持するワーストナンバーワンをね維持するためにね、もう地獄の底からやってきましたネガティブマンです。今日はね、反出生主義は正しい第14弾になりましたね。ということをね、だらだらね、憎しみを込めてね話していきたいと思います。そうですね、そもそも幸せとは何でしょうね。ポジティブシンキングという私の対極にいる憎き敵たち、エネミーですね。やっぱりね、彼らはもう洗脳されて騙されてるだけなんですね。幸せなんてものはね存在しないんですよ。ちょっと楽しかったりちょっと気持ちよかったりっていうだけなんですね。ちょっと人に褒められたりちょっとセックスして気持ちよかったりね、そんなことですよ。ちょっと汗をかいてちょっと気持ちよくなってみたりね。僕はね絶対行けませんけれどね、サウナで整ってみたりとかね、風呂に入って気持ちよかったりとかね、美味しいものを食べてね気持ちよかったり満足してみたりっていうね、一瞬一瞬ですよ。そんなのはね全くもって永続的ではないんですね。幸せとは何でしょう。素晴らしい家庭を持つことでしょうか。でもそれもまたね、それを維持していくためにね、私がね口酸っぱく言うようなねひどい労働に従事しなければいけなかったりね、もうね意識を失うようなねひどい疲れの中起きてみたりね、もう苦痛に満ちているわけですよね。その一瞬の幸せのためにね、幸せと言っていいのか怪しい快楽感、気持ちよさ、充実感みたいなもののねためにね生きているようなものなんじゃないですか。人生っていうのはね無駄ですよね。非常に無駄です。9割9分ね苦しみに満ちているわけですから、やっぱりね生まれてくるのはおかしいですよね。反出生主義は正しいんですよ。そういう観点から言ってもね非常に正しいです。というねことをねしつこく人類に残すべくね、いやこの世界を滅ぼすためにね日々動画を上げていこうと思っておりますけれどもね、人類は滅びるべきである。そしてこの世界を動物たちに明け渡して人類は滅びてね、人類が認識する知的生命体として認識するこの世界をね無にする、滅ぼすっていうのがやっぱり正しい姿じゃないですか。あなたたちの飼っているペットね、または牛さんや馬さんや豚さんのようなね家畜類ね、これらが解放されてね、自然界で生きていけるとは限りませんけれどもね、鳥さんとかねいっぱいいるでしょうね。人類は滅びるべきですよ。人類は地球の害悪にしかなっていない。それは置いといて、やっぱりね人間は生まれるべきではないですよね。
私も人生が今ね、もうとっくの昔に終わってますけれどもね、生命体としての命を終えようとしております。ネガティブマンはね、それぐらいの年になってきました。そうね、労働のせいでね、そう動画がなんでしょう、滞っておりますことをね、そうこのチャンネル登録者40億人のね皆様方にね、深く謝罪し反省したいと思っております。すいません、本当にすいません。それもね、労働のせいなんですよね。まあそれはさておい、それも置いといてですね、結局ね、生きていくっていうことは辛いことばかりですよね。そう考えてもみてくださいね。人生楽しそうに生きている人々っていうのはもうほんのわずかですよね。ほんのわずか。究極的に言ってしまえば労働しなくて済む人々ね。人間の正解はね、ニートや無職、そして金持ちの上級国民の上積みだけですよね。人間の正解はね、そんな人はごくわずかですよ。やっぱりね、大半の人はね、生きていくの辛いですから、辛いことからは逃れた方がいいでしょ。辛いことから逃れた方がいいっていうことはやっぱりね、これから生まれてくる人々は止めた方がいいわけですよね。来ちゃダメだよ、人類を継続させちゃダメだよっていうことが正解じゃないですかという観点からもまたね、答えが出てしまいましたね。反出生主義は正しいんですね。正しいんですよ。だってね、待っているのは悲劇や辛いことやね、あれですよ、老いていくこと、病にかかること、そして我々は生まれた瞬間から死に向かっているわけですよね。そして死というものは若い頃もおっさんの時もおばさんの時もね、おじいさんおばあさんの時もね、やはり怖いものですよね。辛いんだろうな。そして人の死を見てね、また嫌だな、辛いんだろうなね、やりたいこともあったんだろうなとかね、病気が辛かったんだろうなとかね、苦しかったんだろうなとかね、そもそもですよ、私のね、比較的新しい知人のね、新一というね、これまたろくでもない男がいる。いや、ろくでもなくもないですけれどもね、が言ってましたよ。新一は非常に私と同じおっさんですからね、今現代のねツール SNS というツールに疎いわけですけれどもね、同窓会的なね、なんかみんなで同級生で集まって飲もうよみたいなね LINE グループに入ったんだと、この間話してたらね、入ったはいいけれども、それを企画した男がね死んじゃったと、脳梗塞で死んじゃったとっていう悲しい話をしてましたね。そいつが誘ったからこそね、嫌なやつや不細工なやつやね、あいつはね偉そうにね、女性のことをブスしかいねえとか言って、非常にひどいこと言ってましたね。そういう回でもね、同級生ね、あいつがいたからこそみたいないいやつがね死んじゃったと。それでそのご両親はね、多少ボケているけれどもね、息子に自分たちより先に死なれて辛いことだろうと。で、葬式は行ったのかと僕は尋ねたんですけど、いや行かなかったと。なぜならそういうね、親より先に死なれた息子の両親が主催する葬式なんかね、もう見てられないと、悲しくていけないよっていう話をしていましたけれどもね、そうなんですね。そういうこといっぱいあるでしょね。産んでしまったからこそ芽生える
発生する悲しみもあるわけですよね。そしてなぜかそういうね、みんなを束ねてこういろいろな調整を行う優しいね、優しくもリーダーシップのある男が突然死んでしまうね。いいやつこそ先に死ぬみたいなね。悲しいですね。悲しみに満ちているこの世界に生まれてくるべきではないですね。ほら、また正しいことを言ってしまいましたね。反出生主義は正しいんですね。生まれてくるべきではないんですよ。生まれてくるべきではない。じゃあそんなこと言ったってネガティブもね、お前も俺も私ももう生まれてるじゃないかね。そしてもう数十年経っちゃったよね。どうしてくれるんだね。お前は文句ばっかり言いやがって。なるほど確かになるほど確かにそうですね。男子師匠みたいになるほど確かにそうですよね。なるほど確かにそうですね。我々にできることはやっぱりこの反出生主義というね、思想といいますかね、考えといいますかね、非常に正しいね、非常にこの無理のないナチュラルなスムージーなね、シームレスなこの思想といいますか、カルチャーといいますかね、この考え方っていうのをこの後の世代にね、やっぱりしっかりと残していく。そしてね、出産とかね、育児とかね、そういうものの廃止、出生そのものを止めていくっていうことに尽力するべきなんじゃないですかね。それしかないですよね。まず止めてみる。そもそも少子化問題なんていうのはね、そんなものがあれじゃないですかね。反出生主義になればね、少子化問題なんていう問題すらね、なくなっていくわけですからね。一石三鳥四鳥ぐらいの話ですよね。まあこれまでもルール申し上げてきたようにですね、人間の人生は悲劇ばっかりなんですから、全てうまくいく大谷翔平みたいなね、人生なんてね、なんでしょうね。人類全体今80億人ぐらいいますけれどもね、0.001% ぐらいですよね。それは宝くじみたいな人生の人々以外はね、上流国民のもとに生まれたみたいな人たち以外はね、そもそもね、無職やニートはね、比較的生きやすいですよ。比較的生きやすいですけども、彼らだってね、彼女たちだってね、苦しみね、それはそれなりに苦しみがあるわけですよね。全てがめんどくさい。全てがめんどくさいですしね。もうこの全てがめんどくさいということを一つ取ってみてもね、反出生主義って正しいねってね、全人類を納得させるね、理由になりうるわけですから、多分全てめんどくさいですよね。めんどくさいんですよ。何もしてない生活であったとしてもね、起きてね、おしっこやうんこやをしたりとかね、食べなきゃいけないしみたいなね、全てめんどくさいですね。食べる、そのためには外食するのにね、危険なお外に出ないといけないかったりね、お金を持っていかなかったり、行かなきゃいけなかったり、服を着なきゃいけなかったり、全てめんどくさいでしょ。ね、家庭内とかね、屋内で食事をするとき自炊したりとかね、惣菜を買ってきたりとかね、ご飯を炊かなきゃいけなかったりとかね、全部ほらめんどくさい。全部めんどくさいんですよ。ね、そのくせね、冒頭申し上げたように喜びというのは一瞬なわけですよね。楽しみは一瞬ですよ。何かを一日のうち何かを楽しみにしていたとしてもね、
それは一瞬ですよ。やっぱりそう。私なんか今無職になったとするのならばそうですね。一瞬の喜びはそうですね。なんか趣味にね没頭している一瞬だったりとか、趣味って言ったってね、その趣味の中で得られる喜びだったり楽しみもまた一瞬ですよね。食べる一瞬、排泄する一瞬、そうですね。ね、そう大谷の活躍を見る一瞬、そうですね。そう面白い動画を見る一瞬、笑う一瞬ね、それは一瞬ですからね。でもそんなことで幸せな気分になるほどね、バカじゃないっていうか、なんて言うんでしょうね。どうでしょうね。僕が今無職になったら喜びは寝る一瞬ですかね。無駄に筋トレとかね、無駄にお散歩とかしてね、疲れ切って寝る一瞬ぐらいじゃないですかね、喜びはね。無駄ですよね。そう無駄、人生は無駄でできてるね。そう暇つぶしなんていうね言葉では片付けられないほどの苦しみがあるわけですから、やっぱりね、これから生まれてくる人々をね、こう全力で止めないといけない。ダメダメってね、生まれてきちゃダメってこう止めるのがね、こう生物としての最後に残されたね、優しさ、カインドじゃないですかね。そう思います。そうなんですよ。またね、反出生主義が正しいということを証明してしまいましたね。そうなんですよ。簡単なんですよ、反出生主義。そもそも人生においてのね、人生いっぱいいろんな嫌なやつとかね、いっぱいいますよ。まあ友達もねできたりできなかったりね、恋人もできたりできなかったりしますけれどもね、その中にも苦しみや悲しみやね、そう嫌なことたくさんあるじゃないですか。そうこの間もね、っていうかさっきもね、起きる直前にね、またトラウマなね夢を私見ました。そうトラウマな人物が出てきて、非常に不愉快な意味。寝ても脅されたりとかね、嫌な思いをして起きるわけですよ。起きた世界はまた嫌な世界なわけですよね。そうというね、身も蓋もないね、悲しい世界に私たちは生きているわけですよね。やることはこう盛りだくさんじゃないですか、ね、その盛りだくさんあるのにね、ちっとも楽しくないですよね。洗濯してみたりとかね、こう必要な日用品を買ってみたりとかね、そうね、あれやこれやしてたら一日が終わるわけですね。貴重な休日が終わってみたりするわけですよ。非常にね、無味乾燥な無意味なね、無意味であるっていうことをもってしてもね、反出生主義は正しいということが証明されますね。反出生主義が正しいっていうのはものすごくね、正解すぎるんですね。これに反論する連中のね、こうなんて言うんでしょうね、意味がわからないですね。だから冒頭申し上げたように、ポジティブな連中っていうのは本当に洗脳されて騙されてるだけなんですね。それはそれでね、宗教に騙されてる連中と一緒で幸せなんでしょうけれどもね。でもそれは砂上の楼閣のようにね、砂の上に築いた楼閣のように、そうね、全くの幻であってね、それこそ意味のないものなんですね。しかも騙されている最中にね、ずっと体力と気力と労力と全てをねむしられてね、
結局何も残らないんですよね。砂上の楼閣は何も残りませんね。またね、また反主性主義が正しいということをね、もういろんな角度からね証明してしまいましたね。いや、またやってしまいましたね。そう、このね、そう、史上最悪のチャンネルたるゆえんというのをまたね証明してしまいましたけれどもね、身も蓋もないね、身も蓋もない動画でね、登録者数40億人を誇るね、このネガティブマンチャンネル、世界を滅ぼすチャンネル、そう、世界は滅ぼした方がいいよっていうチャンネルなんですけれども、またね反出世主義は正しいということをね証明してしまいましたね。それでは皆さんはね、世界の終わりを祈りましょう。今日にも明日にもね世界が滅びますように。そうか、あ、忘れてましたね。そう、いつも皆様の隣にいますよ。ネガティブマンはね、あなたの苦しみに常に、悲しみに常に、そう、無味猛昧なね、無気力な乾燥しきった砂漠のような人生の隣に必ずね、ネガティブマン、すべての苦悩する人々の横にいますね。ネガティブマンいつもそこにいますよ。それでは皆さんまたお会いいたしましょう。明日にも今日にもね世界が滅びますように。ネガティブマンでした。